この綺麗さわかるかな。なんだろう、車の年齢が変わるっていうか、全然違う。はい、皆さんこんにちは。車の大自然科学科シュヌピーです。以前にミトソー樹脂の復活剤としてホルツのブラックショックを紹介しました。これもう1年以上持ってますよ、いいですよという動画を上げたんだけども、そこの動画のコメント内で、私はワコーズのスーパーハードがいいと思っていますみたいなね、コメントも多数あったんですよ。で、僕も前々から気になってはいたけど、使ってみないとどっちがどうっていうね、お話はできないので購入しました。ネックだったのは金額ですね。量は多いんですよ。 150ml 入ってて、いろいろお話を聞くと全然使い切れませんみたいなね、それぐらい多いんだけど、金額が6000円、なんか初期投資はちょっとかかっちゃうなっていうのがあります。で、一応パッケージの文言とかを見ておくと、耐熱耐久撥水、艶出し剤でもない、ワックスでもない、次世代の超寿命コート剤と、いろいろね見たらね、ちょっと気になる点がありまして、使用上の注意、ここです。完全効果は約5日から6日必要で、この間は雨や水等にかからないようにし、強くこすったり洗車等はしないでくださいって書いてあって、ここですね、塗布後の注意。24時間は雨や水がかからないように注意で、1週間は洗車をしないこと。約1週間後に完全降下します。5日から6日雨にかからないようにしちゃいけないのか、24時間なのか、これってめちゃめちゃ重要ですよね。1日ならいけるかもしれないけど、5日から6日は無理でしょみたいなパターンあるよね。どっちなの？ということで、施工してから24時間以内は雨、水かからないようにしてください。で、1週間で完全降下するんだけども、その間、洗車でゴシゴシやったり、好意的に水をかけちゃいけないということです。だから雨は24時間、多く見て2日間ぐらい見てくださいとのことですね。で、この時期は朝方結露でちょっと水がついちゃったりするので、毛布とかをかけて対策とかをしてあげてくださいみたいな形でした。よかった。これね、1週間ね、雨水かかっちゃダメですってなると、さすがに屋根付きのガレージがないと無理だなと思ってたんですよ。2日ぐらいだったらなんとかなるかな、その天気予報を見て。そしたらちょっと施工していきますか。はい、そしたらこの車、ムーブのここ、ワイパーの根元らへん、この辺とかちょっと施工しにくいので、ここは外しちゃいます。これで、全然だね。あかんぞ。てかさ、この状態でいっか。外す必要なくはないけど、これでいっちゃおう。はい、そしたら準備ができました。一応ボールクリーンで洗ってワックスオフで綺麗にしました。スーパーハード使って復活させていきます。液剤がこれですね。で、あとスポンジがいっぱい入っています。で、これなんか分割できるみたいで、こう1個ずつ分けて使う。ちょっと変なとこから取れちゃったけど、1個がこれですね。で、使い方はワックス等の汚れをきれいに洗い流して表面を乾燥させてください。付属のスポンジのワンピースを切り離し、液をスポンジの黒い部分につけて均等に塗布してください。5分経過したら乾いたタオルで軽く拭き上げてください。そうするとムラになりにくいみたいです。で、塗布後は1日以上暖かい場所に置き、よく乾燥させてください。日中にやるのが一番いいかな。晴れた日のね。そしたら施工していきます。すげえ量だな。確かにこれ使い切れないわ。お、すげえ伸びる。しかも
すごいね。確かにね、絶賛するだけあるわ。で一旦はもうパッて塗っていくしかないかな。で後から軽く拭き上げる方法でいきます。でちょっとムラっぽく見えるのは後から拭き上げることによってある程度治るでしょう。すげえ綺麗になるね。まあこんな感じかな。振り残しがないように。なんかね、しょぼいやつはこの時点でもうねすぐ乾いて白っぽくなっちゃったりするんですよ。あ、ここ濡れてないじゃん。塗りすぎるとあんま良くないね。でまあ5分後ぐらいにさーっと拭いていく感じ。あ、この時点でちょっとね拭いた感じの抵抗がある。もう乾き始めてる感じで、この時に拭いてあげることによってなくなるね。確かにちょっと重いけど、今日まあゴシゴシではなく軽くこう鳴らす程度に拭いてってあげる。すごいわ。けど若干ツヤっぽい感じはあるね。日に当たると特に。ちょっと濡れてないところ発見。この濡れるのかな。あ、いけるね。軽く拭く作業っていうのこれ結構ね重要そう。拭かないとやっぱねツヤの出てるところと出てないところのムラみたいのが出やすい。でこの拭くことによってツヤ感が抑えられる。あーすごいね。これは綺麗だわ。よし OKOK いいんじゃないの。ちょっとマスキングテープ剥がしちゃおう。大変申し訳ございません。ここから先ちょっとね音声トラブルで声が入っておりませんでした。今ちょっと見返しているんだけども正確に何て言ってたか忘れました。ごめんなさい。多分塗った直後はツヤが出てるところと出てないところ、厚塗りされてるところとされてないところのギャップが結構激しいので、しっかりね乾いたタオル等で慣らしてください。そうすると綺麗に仕上がりましたみたいなことをね多分言ってたんだと思うけど、もう記憶にございません。続いてこちらの車のミ塗装樹脂を復活させていこうかと思います。ちょいちょいやりたい部分があるんだけども、要所要所ちょっと見ていきますか。まずはこのワイパーの部分ですね。もうワイパー外しちゃってんだけど、この部分はどうしても白くなるのでやっておきたいなっていうのと、この部分ですね、フロントグリルの部分なんだけども、細かいからどうやってやるかっていうところです。あとはこのバンパーのところの樹脂、ここも綺麗になればいいかな。実際にスーパーハードを施工してみてビフォーアフターみたいな、やっぱりね若返るんですよ。何回も言うようだけど、こういう白いところが黒くなるとね。だからまあその辺やっていこうと思います。はい、そしたら塗ってきます。おい、ちょっと塗りすぎた。ちょっとごめんなさい。だいぶ伸びる。結構たっぷりめにつけちゃったんだけど、この1回で全部いけそうなぐらい伸びますね。ちょっと見えにくいのでボンネットを地にしてちょいと追加します。はい、やりにく。軽く拭いてあげないとムラになりそうだな。一旦全部塗ってからにしますか。開けた方が塗りやすいのか。この辺は開けた方が塗りやすいかも。ちょっと慣らしていきます。この慣らす作業が一番重要だと思います。いいね。乾いてくると重くなるので軽くさっていう感じではない。でご覧の通りちょっとムラがあるの分かるかな。多分吸い切れてないんだと思います。樹脂がカラッカラだったんですよ。だから吸っちゃって
ちょっと灰色っぽくなってるのかなっていう感じがあるので、塗り足りてないところは塗り足していきます。この日の当たる部分だね、これでどうなのか気になるね。2回塗ることによってこのムラっていうのも減るのか。これが減らないんだったら、こういうところには復活剤っていうよりかは塗装の方がいいかもしれない。これちょっと乾いてくる感じわかる？むずいな。これ全くもってスーパーハードのせいではないと思うんだけど、けどだんだんマシになってきた。ちょっとずつ染み込んでんのかな、それとももうダメなのか、どうなんだろう。何回かやってあげれば馴染みます。いいんじゃない？だいぶ綺麗になったと思います。そしたら続いてフロントバンパーの方行くんですが、注意点はブロワーとかでしっかり水気を飛ばす。みんな結構上から見るんですよ。下からこう見る人っていないんですよね。そうするとこの上から見たところっていうのはしっかり水滴を飛ばしてるんだけども、この下からしか見えない部分、ここは皆さんおろそかにしがちなんですよ。なのでしっかりこう見ながら下からも当ててあげる。そうしないとミトソ樹脂復活剤の天敵でもある水がねついちゃって、そこがなんか白っぽくなってうまく施工できていないっていうことになりかねないので、そこは注意してもらいたいなと思います。はい、とりあえず塗り終わりました。悪くない。今日やっぱりちょっとベタつく感があるね。それも仕方ないと思います。あとグリル、ここは効果的かわからないんだけども、綿棒も使いながらやってみます。もうスポンジで塗れるところは塗ってって、多めに下に液剤をたまらせての綿棒で伸ばす方式。うわ、うまくいかないなこれ。スポンジでいけるところはいっちゃおうか。結構いけるな、言うても。ちょっと綿棒いこう。スポンジに液剤をちょっと多めにつけて、綿棒につけていく感じでやってみます。おお、いいじゃん。きつ。後悔してます。もうだいぶ良くなったね。けどこれあれだね、拭けないと話にならないわ。拭けない場所はしんどい。これミトソ樹脂復活系は全部に言えることなんだけど、きついね、こういうところ。もう塗装しちゃいたいけど、灰色から黒にはなったね、ちゃんと。もう少し空拭きをして終わりかな。いい感じ。このドアモールにも塗っていきます。やっぱり落ちないような汚れ、ガサガサになってるようなやつ、一応洗ったんだけど落ちなかったんですよね。わかるかな、こういう跡。黒くはなってるんだけど、こういった跡は消えきらないな。これしょうがないかな。はい、いかがでしょうか。うわー、ここやってなかったです、左右。けどもうだいぶ見違えましたね。引き締まるっていうか若返るっていうの分かるかな。とても気持ちがいいです。あとここもね綺麗になりました。これだけでねやっぱ全然違う、気持ちが違うっていうか、あとやってて思ったのは、どんどん綺麗になっていくと他のところがね気になってくる。けどやっぱね、このミトソ樹脂が白くなっちゃうっていうのはすごく目につくっていうか、ヘッドライトの黄ばみとかね、やっぱそういうところを綺麗にしてあげるだけで全然違うなと改めて思いました。
はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はワコーズのスーパーハードですね。樹脂用耐久コート剤というものを使ってみました。使ってみた感想から言うと、やっぱ人気なだけあるなって、素晴らしいなと思いました。今ね、全然使い切れてないですよ。このね、量が多いっていうのが、また僕的にはありがたいっていうか、結構僕大雑把なんだけど、もうパーってこういけるっていうところはいいかな。あとこのスポンジが複数個ついてるのもありがたい。複数個ついてることによって、また他の車だったり、また後日使おうっていう感じになるので、だからそういった面では高いけど量が多いっていうのはありがたいね。もうね、ずっとね、使っていけますよ。あと、塗った感じ、黒くなるでしょ？他のミッド操樹脂復活剤でも言えることなんだけども、結構古い車、もうほんともう真っ白になってるようなのは、もう吸っちゃうので、何回か施工してあげないと結構きついかなっていうのと、オイリーっていうわけじゃないんだけど、拭き取るときちょっと重い。けど、鳴らすっていうこの作業っていうのはめちゃめちゃ重要。これやんないと、ほんともう艶が出てるところ、出てないところの差が逆に出すぎちゃう。ブラックショックはどちらかというと、さっといった感じ。コーツつけがたいっていうのが、リアルなところ。もっと細かいところね、細いところはやっぱ塗りづらいし、拭けないとか、そういうことがあるので、大変かなって言ったら感じですかね。他の商品にも言えることなので、どっちがいいかっていうのは、現状じゃ決められない。この先、耐久性を見てどうなのかっていうところ。あとね、この時期はどうしても朝ね、寒くて朝露で濡れちゃったりするので、その辺を注意して施工してもらえればいいのかなと思います。けど本当良かったです。やっぱね、みんながいいっていうものはね、いいね。過去にも G オンのシルクドライヤーとかもいろんな人にいいです。使ってみてくださいっていうコメントがあって、それで実際に使ってみたらいいじゃんみたいな。やっぱりね、皆さんのね、声っていうのは非常にありがたい。なので今後もね、どんどんコメントしていただけたら嬉しいなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。